これ視聴者の皆さんからゲストリクエストをですね答えていこうという企画を行います、ビル・ゲイツさんです。コラボできるんですか？はい、実現します。もともとどういうイメージビル・ゲイツに対して？生きてるエジソンみたいな感じ、IBM PC っていうのを作り始めたんですよ、で IBM PC は16ビット2の16乗あるんで、命令セットがすごい複雑なことができるようになるコンピューターなんですけど、それを作った時にベーシックじゃ対応できないよねみたいになって、オペレーティングシステムが必要だと。最初8ビットマイコン用に作ってた CPM っていう、あれデジタルリサーチだったからちょっと名前忘れちゃったんですけど、たまたまその社長がなんか不在で近くにいたマイクロソフトに「お前のとこでできねえか」って言われて、研究所にいた研究員を引き抜いて、1995年の暮れはもう本当 Windows95 大ブームで。 Hi, how are you? はい、堀江さん、神谷さん、よろしくお願いします。お願いします。今年の堀江ワンはスタジオを飛び出してロケ企画もどんどんやっていこうという予定などですが、新たにコーナーをやろうと考えました、はい、これまで数々のゲストと対談してきましたが、今後はですねニュースピックスのアプリのコメント欄で対談してほしいという方をですねどんどんリクエストください。で、皆さんが見たい対談をですね可能な限りですが実現していきたいと思います。詳細はですね番組の最後でお伝えしますので、ぜひお見逃しなくということで、記念すべき1回目はスタッフからの、リクエストということで調整に動きました。でその方はですね先日ですね自伝を出して、これ本国米国でなんですけれども話題になっているこの方です。ビル・ゲイツさんです。これねコラボできるんですか？実現します。はい、今年のですねこれ2月に、これビル・ゲイツさんがですね全3部作となるですね回顧録の1作目を、これまだ日本の翻訳版は出てないんですけども、出て非常に話題になっているんですが、こちらが幼少期からこれマイクロソフトの創業初期までを綴った、これタイトルがですねソースコード、マイ、ビギニングスですね。これが今非常に話題となっています。でですね今回、フロアにいるですねスタッフがですね尽力しまして、これが実現したということでございます。ビル・ゲイツ、はい、ビル・ゲイツですね。めちゃくちゃ忙しいオンラインなんですけれども実現したということで。そんなことができるんですか？はい、これ神谷さん、これ IT 業界の、巨人というかですね、これビル・ゲイツの幼少期ってどんなイメージですか？パソコンとかいじってたんですかね？まあね、堀江さんもともとどういうイメージビル・ゲイツに対しても、世代1世代2世代上の経営者だと思うんですけど。イメージ、はい、イメージ。僕が使ってたパソコンのベーシックっていう、そのプログラミングができる環境はマイクロソフト製だったんで、はい、マイクロソフトってワードはあるなみたいな、コピーライト C マイクロソフトって出てくる会社の人なんだぐらいな感じで、はい、そうね、Windows 以前まだその、中高生時代に8ビットマイコンですよね。だから8ビットマイコンを使った、インテル8080とか、それの互換 CPU である Z80 とか、それの上で動くベーシックを作って会社が最初大きくなりましたみたいな。いや別に普通に歴史上の人ですよ。別になんかエジソンみたいな。エジソンみたいね。はい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 。生きてるエジソンみたいな感じな人ですよ。もう存在するんですね。本当にすごすぎる。僕の一番最初のそのマイクロソフトとの関わりは、ポール・アレンさんって23年ぐらい年上の方とシアトルの近くのアルバカーキってところで創業して、で僕はその頃に MSX ってパソコン買ったんだけど、MSX は日本のアスキーっていう西和彦さんって人が創立した会社で、西さんはマイクロソフトのバイスプレジデントもやってたんで、ビル・ゲイツとは仲いいんですけど、西さんはちょっと経営的にはちょっと破天荒すぎて会社潰しちゃったりとかする人なんだけど、ビル・ゲイツとめっちゃ仲いいみたいで、ビル・ゲイツの話はすごいいっぱい聞きましたけど、そこでこう会社を作って、でベーシックっていうのが当時8ビットマイコン、4ビットも一瞬あったんだけど8ビットの
になってやれることが増えて、で汎用マイコンみたいな、何にでも使える CPU ってものが出てきて、 CPU とメモリの組み合わせで汎用的なことがちっちゃなパソコンでできると。それまではオフコンって言って IBM とかが作っていたIBM とか DEC とかっていう会社が作っていた超でっかいコンピューターのターミナルみたいなのでみんな仕事をしてて、それをシェアリングして複雑な計算させたりとかっていう風な用途に使われていたんですけど、それがパーソナルな家でも使えるマイクロコンピューターっていう概念が出てきて、インテルが8080っていう CPU を出して、それを最初はみんなホームコンピューティングキットみたいなマイコンを作る、自分で自作でハンダ付けとかしてマイコンを作って、でそこにマシン語っていう、8ビットマイコンなんで256個命令があるんですけど、あるんですけど2の8乗なんで256個あるんですけど、それを使ってプログラミングをしてなんかいろんなことをさせることができますよってなってたんだけど、あまりにもそれ覚えるの大変だから、組み上げるのも大変だから、アセンブラっていうそのマシン語をやるための言語ができて、でもそのアセンブラもまあまあ難しいんで、例えば掛け算する時どうするんだとかね、掛け算の時に2乗で計算していくんですけど、その乗算はシフトって使ったけど、シフトしてプラスしてみたいな、アッドしてみたいな、なんか結構細かい計算一つとってもちょっと論理演算っぽいことをやんなきゃいけなくて、論理学ちょっと理解してないとできないとかっていうのがあったんで、もっと簡単にできる言語、使えるものがいるよねって言ってベーシックっていう言語が生まれたんですけど、ベーシックって基本的なっていうのの意味をなんかのこれ頭文字を取ったんですよ、ベーシックって。BASIC のあれをその中で一番性能がいいのを作ったのがマイクロソフトで、最初はアップル2ってスティーブ・ジョブズがね、スティーブ・ウォズニアックと一緒に作ったアップル最初1っていうのがあったんだけど、2がすごく出来が良くて、2用のベーシックも確かマイクロソフトが作ってるんですけど、でベーシックを作って、そのベーシックが乗るマイコンがめっちゃ売れたんですよ。アップル2もそうだったし、それを日本でアスキーと一緒に各日本の家電メーカー、今のパナソニックとか NEC とかいろんなところに参画させてマイクロソフトのベーシックを乗っけて企画化したのが MSX で、マイクロソフト X ですよ。でそれを僕は一番最初に買ったパソコンがそれだから、これビル・ゲイツさんが作ってたんだっていう。で8ビットマイコンのベーシックぐらいだとプログラムサイズがだいたい16キロバイトぐらいなんで、だから1万6000命令セットでできてるんでね、キロバイトなんでね、1バイトが256個の命令作れるんで、それのキロバイトなんで、その本にね載ってるよね。そうですよね。これ多分ベーシックのコードだと思うんですけど。そうなんですよ。ここにですね、このソースコードの、中にまさにね、これアセンブラで書かれたソースコードなんですけど、これを一応全部暗記してたらしくて、8ビットのベーシックはビル・ゲイツはその16進数の羅列を見ながら、こことここをいじったら良くなるみたいなことをやってたらしいっていう話は聞いたんですけど、ベーシックでちょっとこう伸びて、評判が上がったんですけど、その後マイコン意外と使えるよねってなって、そのオフコンがもしかしたら売れなくなるかもしれないみたいに IBM が思って、IBM PC っていうのを作り始めたんですよ。で IBM PC は16ビット、2の16乗あるんで、命令セットがすごい複雑なことができるようになるコンピューターなんですけど、それを作った時にベーシックじゃ対応できないよねみたいになって、オペレーティングシステムが必要だと。要はいろんなソフトウェアを組み上げるのに、それをこう動かすためのプラットフォームみたいなものが必要だと。例えばフロッピーディスクに書き込むとか、ディスプレイに画像を表示するとか、いろんなことをやらなきゃいけないんだけど、そういうものまで全部デバイスドライバーっていうのを備えた、デバイスドライバーのコントローラーみたいなものを備えたオペレーティングシステムっていうのを作んなきゃいけないよねってなって、それを最初8ビットマイコン用に作ってた CPM っていう
あれデジタルリサーチだったかな、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、そこの会社に頼もうと8ビット用を16ビット用にしようって言って行ったんだけど、たまたまその社長がなんか不在で、なんかアポ取ったのにみたいな感じで行ったのにいなかったんで、どうしようってなって、同じシアトルにあったその近くにいたマイクロソフトにベーシックとかちゃんといいの作ってるからお前んとこでできねえかって言われて、どう思う、西さんに聞いて、西さんがそんなやるべきだろうとかってなんかソファーの上で飛び跳ねたみたいな。あ、そうなんですか。なんかそんな話が逸話だったりするけど、まあ結局シアトルコンピューターっていうところが作ってた SC-DOS っていう、まあ一応動く16ビット用の OS があって、それを買収してきて急遽書き換えてなんとか動くものを作って納品したら、それが大ヒットして、で IBM PC の互換機っていうコピーマシンが作られるようになって、全世界でそれが普及して、で結果として MS-DOS がマイクロソフトの MS のディスクオペレーティングシステムって言うんですけど、MS-DOS が世界的な大ヒットをしました。日本では ASCII が NEC とかに入れて PC98 とかで MS-DOS が動いたりとかしましたっていうところで、僕はちょうど大学生で、DOSV ユーザーとかありましたね。で、そう DOSV パソコンっていうのはまあそうです、 IBM PC の互換機で、そこで会社を作る時にインターネットのブラウザを作ったネットスケープナビゲーターっていうのを作った人がいて、マック・アンドリーゼンっていう人なんですけど、それが大ヒットして Mac とか Unix のマシンでそれが動いていた。だけど MacOS は当時スティーブ・ジョブズがクビになって企業経営がなんか迷走していたんだけど、そうだけどそのグラフィカルユーザーインターフェースっていうのは初めてパソコンレベルに落とし込んだのが、もともとはゼロックスなんですけど、持ってたのはアルトっていうコンピューターを作ってた人たちがいて、それをゼロックスのベンチャーからマイクロソフトもアップルも投資を受けてたんですよね。だからその投資契約の中にゼロックスのパーク研究所の研究成果にアクセスできるっていう権利が含まれてたんで、アップルはその GUI の技術をパクってそのままやったし、マイクロソフトはそこに研究所にいた研究員を引き抜いて自分のところで Windows って OS を作ろうとして、まあ試行錯誤して失敗続きだったんだけど Windows95 で初めて成功して、で 1995年の暮れはもう本当 Windows95 大ブームで、その上にインターネットエクスプローラーっていうそのブラウザーが載って OS と一体化してたんで、それで大ヒットして一挙注目を浴びたっていう。だから多分多くの人たちにとっては Windows95 が初ビル・ゲイツじゃないですか。そうですね。僕はもうそれまであんまりそれまでそんなにメジャーな人ではなかったと思うんですけど、でもそれで大金持ちになって、でもうあまりにもみんな Windows 使うからなんか悪の枢軸だとか言われちゃったりとかして陰謀論陰謀論じゃなくて、あまりにも稼ぎすぎて、でもただの多分オタクのおじさんだと思うんですよね。であれですよ、もう離婚されてますけど、メリンダ・ゲイツさんだけどビル&メリンダ・ファウンデーションと作って慈善活動をしていたりとか、2000年代前半ですよ、だからなんかエクセルとかで出てくるイルカをデザインした人ですよね。そうなんですか。確かメリンダさんは。でスティーブ・バルマンっていうナンバー3の人ですよね。だからビル・ゲイツ、あとそのポール・アレンで3番手でスティーブ・バルマンってずっと営業やってた人が、営業部門のトップの人が社長になって、でマイクロソフトは低迷したんだけどまた新しい社長に変わってまた復活して、また復活しましたよね。本当ね。まあすごい会社ですよね。すごい会社ですね。これビル・ゲイツはですね、この成功できたのは物事を深く理解したという欲求のおかげというふうに、言ってるらしいんですよね。まあでも普通に頭いいんだと思いますよ。だってコード何千個って覚えてってことですもんね。やる気になりゃできる人はそれなりにいると思いますけどね。だからその熱中できたんでしょうね、その時にね。まあやっぱり大学なんか行く意味ねえよなっつって中退するわけだからでもそれぐらい、いやその熱中する気持ちはすごくよくわかるっていうか、
ただもう僕の頃には OS とかもうできてたんで、僕の出る幕はそこはなかったんですけど、時期とかタイミングとすごい頭の良さみたいなものがあったんだろうね、多分ね。確かに、ね、でも結構ビル&メリンダファンデーションで、そのなんか例えばいろんな予防接種とかいろんなソリューションを用いてポリオとかそういった伝染病を撲滅しようとしてたりとか、そういったところに多額のファンディングをやったりとかっていうのはしてますよね。そうですね。神谷さん今のお話聞いて、この後堀江さんお話しするわけですけど、いかがですか？羨ましい。もう本当に変わってほしいぐらいです。一緒にちょっと変わりますか？いや責任重大。堀江さんとビル・ゲイツ氏のね対談ものすごく楽しみなんですけれども、今回はですね日本とアメリカをオンラインでつないで2人だけで、会話をしてもらいます。一体どんな話が展開されるのか、それではどうぞ。どうもよろしくお願いします。Hi, how are you? Hi, fine, fine. Thank you. 私あなたのベーシックを40年ぐらい前から使ってました。Thank you. On a NEC machine or? No, MSX. Oh, great. Yeah. Mr. Yeah, Nissan is my friend. Yeah, Nishi did amazing work with me. 西さんからすごくあなたのことをたくさん聞いてます。今回インタビューさせていただいてありがとうございます。私も日本で予防医療普及協会っていう活動をしておりまして、ワクチンの普及だったりとか日本でやっておりまして、たくさんの医者と一緒にやってるんですけれども、あなたがアフリカとかそういったところで例えばポリオの撲滅運動をしてたりとかすることはもちろん知ってるんですけれども、日本ってある意味アフリカよりも遅れてるところがあって、HPV ワクチンの普及活動なんか政治とかそのマスメディアがすごくその反対運動みたいなことをやっていて、すごくワクチンの普及が遅れていて、すごく頭を悩ましているところです。Well, in every country, making sure that mothers know about the critical role that vaccines play in keeping their children alive, that's very important. This HPV vaccine is being adopted in more and more countries because it guarantees that a woman will never get cervical cancer, and you need to give it to her when she's very young, and it provides, actually with just a single shot, a lifetime of prevention. So, we're saving millions of lives. There's a number of Japanese companies that make great vaccines like Takeda, and we partnered not just for Japan, but for the entire world to make sure all the children get the vaccines they need. 日本ってそういう意味でたくさんの人たちがいろんな知識を持って動いてるにもかかわらず、その HPV ワクチンに関しては特にものすごく根強い反対運動があって、そのおかげで政府が数年間にわたってワクチンの積極的なその接種干渉みたいなことをやってこなかった影響がすごく出ていて、せっかくワクチンを打てる環境が整っているにもかかわらず、そういったものに反対する勢力がすごく力を持っていて、それに対抗するのが大変だっていうとんでもない状況に置かれてるんですよね。Well, the story of vaccines is probably the greatest achievement of mankind since the turn of the century, is that we had over 10 million children dying every year, and primarily because of getting vaccines out to more of the world's children, we've cut that down to below 5 million. And so there's a diarrheal vaccine called rotavirus, there's a pneumonia vaccine called pneumococcus, and the group that Japan's been a very strong supporter of, called Gavi, also the Gates Foundation is very involved in that, has made these vaccines free in the poor countries. And so I admit it is ironic that for some vaccines, the poor countries may have higher adoption, but the deaths, in some of these countries,
we still have 15% of the kids dying before the age of 5. And so the impact, whether it's measles or diarrhea or any of these things, it's pretty amazing, and most people don't know that incredibly good news. ガビのことは日本のメンバーの方にも先日レクチャー、していただいて、すごく理解をしております。私もですねアドバイザーを務めているような会社で新興国向けの、例えばノロウイルスのワクチンを、作ってる会社を助けてたりとか、いろんなことをしてるんですけれどもテクノロジーの力で、特に僕はCOVID-19 のワクチンがこんなに短期間でそのメッセンジャー RNA 技術を使って作られたことはすごく素晴らしいことだと思っていて、こういった新しいテクノロジーを用いればさらにその御社の資金力とかそのインフルエンス力も使ってより多くの子どもたちから人を救えるんじゃないかなっていうふうに思っております。Yes, we're funding new vaccines using the mRNA for things like malaria and tuberculosis and HIV. And so Generosity to Gavi makes sure that whenever we invent vaccines, that the funds are there to get them out to everyone. And particularly a disease like malaria, it's much worse in the poor countries, still killing over 600,000 children every year. And, so keeping this commitment to global health, including what Japan has championed, the idea of universal health care, really starts with the basics, which is the standard childhood vaccines. 日本は確かにその子どもたちへのワクチンという意味ではすごく充実をしていて、そこに対してはすごく皆さんうまくいってるんですけれども、ぜひ知っておいてもらいたいのは日本はちょっと大人へのワクチンに対してすごくネガティブに思ってる人たちが結構いて、その人たちが割と反対運動とかをしてるのはちょっとすごく残念なことだなとは思ってますね。Well, certainly during COVID, for the elderly, the vaccines were very life-saving. In the poor countries, the big focus are these childhood vaccines. We can't do a flu vaccine. Someday we'll have a flu vaccine that you take it once and it protects you for your whole life. But right now we don't have that. Getting the flu does affect pregnant women, so we'd love to get rid of that disease. Some diseases we can eradicate, like polio. Gavi also is funding the key vaccines there so that we can take this disease that used to paralyze over 200,000 children every year and get it to zero so we don't have to worry about it anymore. そういった中でですね、例えばあなたが創業されたマイクロソフトなんかも今すごくジェネラティブ AI、生成系 AI にすごく力を入れられてると思うんですけれども、こういったその病とかを世界からできるだけ、なくしていく、あるいはワクチンを普及させていく、こういったところでその AI とコラボレーションして進んでいくようなイメージっていうのはあったりするんですか？